ノースのセールは全て2ピースのマストなんですけども、2ピースのマストをセットする場合には必ずここの継ぎ目になる部分の砂が全くない状態を確認してから継ぎ足してあげてください。そしてスリーブにマストを通していきます。ノースのセールをカムのついているセールを貼る場合なんかは、通常のセールと違いましてカムをそのマストを通すときにはめていきません。でそしてそのカムの上側にマストを通していく形で通していく。そうすることによって最近のラフカーブのきついセールのこのセールスリーブにマストを通すときにかかる負担をこのセールの場合はなくしています。こちらに、このセールのスペックが書かれていますので、ここにですね460のマストを使った場合マックスで、494ですから34センチプラスになります。ですのでこちらのエクステンション30センチのところですね、25、50ですからこちらで35センチプラスします。でフックをつけた場合なんかにコンセルの場合は通常ですとここでダウンを引くことになりますけども、この状態で止めておきます。そしてブームをつけてください。ブームの長さもこちらの、ブーム調のマックスの方に合わせていただいて、この時に、このブームのカットの下の部分にブームをつけて加えてください。まだこちらの部分が引かれていませんので、この部分で高い位置につけてしまいますと後からダウンを引くことにまた支障が出てきます。でブーム調が合っている状態で目いっぱい引いていきます。このような状態になっているわけですけども、ここからカムを一つ一つ加えていきます。この時に、左手でホイールを押さえてあげてカムをこう伸ばしてあげます。伸ばすような感じにしてあげます。そして、右手でカムを上にこう持ち上げてあげる。そうするとこれで運びます。でここで初めてダウンをしましょう。
でこの時にノースのそのダウンの調整するシステムがあるんですけども、これをビジュアルトリムシステムって言います。でこのシステムはこちらに、そのリーチ側からミニマム、ミディアム、マックスというふうに3つ並んで表示されています。でこれはこの図の通り、ミディアムっていうのが一番このセールのその中心的な風になります。でミニマムっていうのがその名の通り、ゼルベの通り、ちょっとアンダー気味のコンディションで使われる時に適しているようになります。マックスは風の強い時です。でこの合わせ方ですけども、そのリーチの方からダウンを引くことによってそのルーズにそのテンションがかからなくなる部分が出てくるわけですけども、それをこのマークに合わせてあげる。ダウンを引いていくことによって初めミニマムに変わります。そしてマックスになります。ミニマムになりまして、ミディアムになりまして、マックスになります。で 6.5 でだいたいジャストで風が入っている場合なんかにはミディアムに合わせてあげて、ちょっと強いなって時なんかにはマックスにしてあげる。そして、この各ポジションによってダウンを引くことによってそのアウトのテンションが変わってきますから、このダウンテンションを変えた場合はその変えたごとにアウトのテンションもかけ直してあげてください。このカムのチャックを閉めて、でこの時にカムがずれているかどうかって確認してあげてください。ちょうどミディアムのあたりにルーズな部分が来ているはずです。ダウンを引けばマックスまで行きますから、ダウンを緩めればミディアムが行きます。アウトのテンションのその目安、これはノーステールの場合、ノーステールの場合は全て同じなんですけども、基本的にはアウトのテンションっていうのはプラスマイナス0で合わせてあげます。でプラスマイナス0というのはそのセール自体の重量、パネルの重量がありますから、ちょっと指でつまんであげて、その重量が持ち上がっている状態でクリトにシートをかけてあげる。これでゼロテンションになります。でここで先ほど言いました、ダウンテンションをかけ直した場合はまたアウトテンションをかけ直す必要があるっていうことを言いましたけども、ここでダウンを引いた場合はアウトテンションっていうのは緩んできます。例えばミディアムの状態からマックスの状態にしてあげると、アウトテンションは緩んできます。マックスにします。そうすると先ほどよりも、アウトのテンションの方が若干変わっていないと思います。これ指で掴んであげるとシートがまだ緩んでいる状態になっています。ですからここでもう一度回してあげる。これでこのセールでのその一番強風時のセッティングが出来上がります。で上からこれを見ていただいても全くテンションがかかっているかかってないかっていうのは全く分かりませんので、ダウンを引いている目線で見ていただくと、そのテンションがかかってないパネルの部分とかかっている部分とがはっきり分かりますから、そこで引きながら確認することができます。最後にここにですね、リーチテンションベルトというのがあります。これを加えてあげます。でこれを加えてあげるとリーチ側のパネルにテンションをまたさらに加えることができますので、ここにコイルをアンテナせることが可能になっています。でこれを引くことによってそのセーリングしている時の
ボールのズレによるハンドリング、不安定なハンドリングと、あとアンダーの時のパワーがより長期間がより太くなります。今このセールのセッティングの状態では、マックスまでそのダウンキャッシュが控えていますから、このセールでの